スーパーペンギンの竹村です。今日はビューティーワールドジャパンに東京の方に来ております。で、当社今回のブースのもう一つですね、ご紹介します。パリジェンヌさんというところなんですけども、業界の中ではかなり有名な会社さんというふうにお聞きしています。残念ながらちょっと私使わないのでご存じなかったんですけど、今回いろいろとお話ししていろんなことを知ることができています。で、今回ですね、パリジェンヌさんは手前今見えてるこちら8コマですねと、その奥の方に3コマで出られてます。で、パリジェンヌさんの中でもいくつかグループっていうのかブランドがあって、フレグランスだったりとかいろんなものがあるんですけど、一番奥の3コマがフレグランスの調香の体験ができるっていうところなので、また後でちょっと画像の方がいくと思います。で、今回の当社はもう一つビューティーワールドでやっているブースがアクシリアさんということでプラチナエリアの、デザインをしたんですね。で、そのプラチナエリアっていうのはどちらかといえば B2B 商談をする場所なんですけども、こちらはもちろん商談もあるんですけど、販売が結構多いんですね。なのでビューティーワールドのこの会場、こちらの方はものすごい人です。今ちょっと落ち着いてきてますけど、初日とか2日目ものすごい人で、最後尾っていうなんか看板をプラカードを持っているようなレベルなんですよね。はい。で、そういう購買の方のブースのデザインをする時のポイントっていうのは、お客さんの動線をどう設計するかっていうのは非常に難しいというか、慎重にやらなきゃいけないところなんですね。で、例えば入り口があって、そちらからどういうふうにお客さんが流れていって、でどのタイミングでどの場所でこうレジをして、レジ待ちの流れをどういうふうにこう取るかっていうところをやってます。で、今回の場合、今ちょっと見えてる真正面の方から入っていくんですけど、ずっと奥に進むにつれていろんな商品が並んでいるような状況になってます。で、一番奥にレジがあります。で、レジはこの外側に向けてレジがあるんですけども、レジが並ぶときに今見えてるオーガンジーがちょっと見えると思うんですけど、壁面に向かってブースの外側をこう行列ができるような感じで計画はしております。で、その途中に、商品が実はピンクの画面あるんですけど、その途中に商品も置いてあることで並んでる最中も買いたくなるっていうような仕向け方をしております。ちょっと見えてますかね。今回のビューティーワールドはですね、コロナの影響もあって、実は装飾の規定っていうのがルールが若干今年は変わってるんですね。で、一つの辺に対して壁を作る量っていうのが制限されてるんです。何分の1まで作っちゃいけないよっていうのがあります。で、その関係上外に向けての壁がちょっと少ないんですね。で、かといってレイアウト上、今ちょっと正面見えてるんですけど、体験の場所があったりするんですけど、丸見えになっちゃうので、どういうふうにしてるかというと、デザイン的にちょっと見ていただきたいのがこのオーガンジー、これ望遠の撮れてるオーガンジーなんですけども、そこにうっすらとこう写真を印刷してるんですね。これが非常に綺麗で、ちょっとこうビューティーワールドにふさわしいようななんかテイスト感が出せるのかなと思いながらやってます。ちなみに高さは今回4メートルが制限としてマックスなんですけども、一番今回のデザインした時のポイントとしては、まず高さはマックス上げましょうっていう言い方をしてます。これはですね、特に8コマとか大きいサイズのコマになってきた時に高ければいいってわけじゃないんですけど、周りが例えば4メートルマックスで来たときに、一社さんだけちょっと下がってたら、やっぱり見劣りするんですね。過去にそういう経験があったので、まずコストを多少抑えてでも、展示台をシンプルにしたとしても、高さは上げておきましょうねっていうことで4メートル上げてます。はい。で、その分壁の量を少なくして、実はコスト的にバランスを取ってるっていうところがあります。で、もう一つ、明るくしたかったっていうことがありますので、内部の壁面をちょっと白い余白を多くしてます。なんだろうな、化粧品の展示会っていうのは清潔感とか爽やかさとか、そういうものってすごく大事なんですね。やっぱり綺麗な美容だとかそういうの絡んでるので、当社はそういう化粧品の展示会の依頼もすごく多いんですけど、真っ白にして清潔感出すようにしてます。で、そのために上照明はうちよく使っている LED 投光器ってやつを使ってるんですけど、それを使って照らすようにしてるんですが、当社はですね、大体よくお客さんにも言われるんですけど、会場一明るいって言われるんですね、ブースで。それなぜかというと、ちょっとこれ一つのワンポイント的ななんですけど、ほとんどの会社さん、周りを見渡してもらったらなんですけど、
照明を取り付けるのに壁の上に取り付けて照明つけます。で下を照らします。そうすると壁の上しか明るくならないんですよ。でそうじゃなくて当社は壁の上につけるんじゃなくて、壁からちょっと離れた場所に照明器具をつけて壁に向かって照明を照らします。後で見てもらったり、そうすると壁に反射して空間そのものが明るくなるっていうふうにやって、当社はこういうセミナーでもお伝えしてるんですね。空間を明るくするには床を照らすのではなくて壁を明るくしましょうとお伝えしてます。まさにこの感じなんです。それで明るくなるような空間ができているというところですね。はい。おおむねそういうようなところです。で今回は外側にですね、待っている間とか通りかかった人がインスタ写真撮影できるようにインスタを写真の背景としてなるような場所を作ったりとかですね、いろいろ工夫しておりますのでご覧ください。